どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画は美肌のため、老けないために私が作っている美容レシピ紹介していきたいと思います。初めて正直なお話をすると、私実は本当に体力がないんですよ。なので平日戦わない1週間にするために、私が週末作っておくと楽になる簡単な作り置き食材を前菜5品、メインが2品の計7品の簡単なレシピを今日は紹介します。どれもね、レンチンだけ、混ぜるだけ、フライパン一つでほぼ OK なものばかりなので、ぜひゆるっと一緒に作っていきましょう。それでは始まります。スタート。今日使っていく食材はこんな感じです。小松菜ときのこのおひたし、そしてひき肉とうずらレーズン煮込み、これめっちゃ美味しい。ちょっと名前だけ聞くと不思議だと思うんですけど、そして酢豚ならぬ酢鶏っていうのを作っていきます。牛豚今週取るので、タンパク質多めに取りたいので酢豚を鶏肉にしました。これ混ぜるだけのものも結構あって、体調悪い方だったり子育てでお忙しい方で、この時期はちょっと料理なとね諦めてしまってる方でも、どれも絶対に真似できるようなものばかりなので、ぜひね見ていただけたらと思います。トマトはちょっと大きめのプチトマトなので4等分に切っていきます。トマトといえばリコピンだと思うんですけど、リコピンは抗酸化作用があるので、日焼けした時とか日焼けする前とか、美白目的や老けないための目的として狙って食べたい成分なんです。はい、味の素と和風だし、鰹節、白だしかけて混ぜていくだけです。和風だし、だいたい量は一回しで OK です。白だしなんですけど、この白だしがめちゃくちゃ美味しい。スーパーとかで買えるので、ぜひ試してみてください。白だしはね、ちょっと塩味が強いので、小さじ1ぐらいのイメージで。鰹節をねちょっと入れるだけでも風味がね加わって、簡単なのにちょっと本格っぽくなるので入れてください。このね混ぜていく過程でちょっと皮がねへにゃへにゃになる感じがいい感じの食感になります。最後にこのトマトにオリーブオイルをかけます。このリコピンは生で食べるより油と一緒に取ったり加熱して食べると吸収率が上がります。具体的に言うと、トマトと油だと約3倍、加熱のみだと 2.5 から3倍、加熱プラス油のみだと 4,5 倍吸収率が上がります。加熱してしまうとトマトのビタミン C は壊れてしまうんですね。なので他の食材でビタミン C は取れてるからトマトではリコピン優先でいいやっていう時とかは加熱して油をかけるでもいいと思います。ただ今回作り置きではビタミン C が少なめなので生で取ることにしました。加熱のみか油のみかどっちの方が吸収率が高いんだっていうのをね考えたことがあったんですけど、この吸収率の目安見るとあんまり変わんないですよね。ちなみに肌のバリア機能を維持したいので、普段オメガ3が入っているカメリナオイルを料理で使うことが多いんですけど、リコピンを吸収率上げたい時はオリーブオイルが断然おすすめです。で、理由としてはオレイン酸がいっぱい入ってるんですよ。でオレイン酸っていうのはリコピンの吸収率を高める脂肪酸の代表がオレイン酸なんですね。でオリーブオイルにこれが 7,8 割も入ってるんですよ。このオレイン酸がリコピンの吸収率を腸で吸収をサポートしてくれます。はい、トマト、鰹節がめちゃくちゃいい味出してます。和風な調味料を使っていて、オリーブオイルって合うのと思うと思うんですけど、和風の調味料とトマトから出た水分で調和されて、オリーブオイルらしい香りっていうのはほぼ感じないです。めちゃくちゃ簡単で、ちょっと和を感じるだけでなんかクオリティが高いような風味になるので、簡単なのでね、ぜひこちらもやってみてください。続いての作り置きはもずく酢になります。めちゃくちゃ簡単で、お酢、めんつゆ、生姜、この組み合わせが一番簡単で一番美味しい組み合わせだと思うので、ぜひね試しにやってみてほしい。ちなみにもずく酢の美容効果としては、腸と肌を同時にいたわるような一品で、まずねもずく酢にはフコイダンっていうヌルヌルの成分がすごい優秀なんですよ。海藻とかによく含まれてるんですけど、これがねヒアルロン酸の分解を抑えてくれるって研究もあって、乾燥肌とか年齢肌の保湿キープにも効いてくれるんですよ。あとね、腸活ってね興味ある方多いと思うんですけど、腸の免疫細胞の7割がね活性化するって言われてるので、免疫力もアップするから肌荒れしにくくなるっていう流れにもつながります。本当にもずく酢は食卓に欠かせない。次にお酢なんですけど、代謝を上げるだけじゃなくて糖や脂質の吸収を緩やかにする働きがあるんですね。なのでちょっとご飯の前にこの一品をちょこっと食べるだけで血糖値の急上昇も防げます。特にね夏とかね疲れやすい時期とかむくみやすい日には体が喜ぶような味
味でもあります。で最後に生姜、ジンゲロールとか生姜オールっていうのが有名だと思うんですけど、この2つはね、実はね、毛細血管を強くする働きもあるんですよ。私、毛細血管ケアマニアと自分でも言いたいぐらい、老けないためにとにかく毛細血管を強くするっていうところに注力をかけてるんですね。なので揮発とかね、他の食材でも取り入れているんですけど、こういうねチューブタイプでも全然そういった成分は取れるので、もずく酢に入れて摂取するようにしてます。ちなみに老けないためだけじゃなく、肌のくすみだったりクマが出にくくなるとも言われてて、ちょっとした食材の積み重ねが肌をね救うんですよね。一見ね、もずく酢って言うと地味だけど、腸、血管、バリア機能、インナーケアの要素がもう全部ここに詰まってるんですよ。だから私は冷蔵庫に常にもずく酢は常備してます。これを洗ったらこの3つを混ぜるだけなので、正直食べる直前、食べる日、その都度作るでもいいと思うんですけど、私は8食分、2人分なので4日分しっかり洗うっていう工程が面倒なので、私は作り置きでやってます。だいたい1食分が 4,50g なので、1人当たり4日で 200g でいいんですね。2人分だと 400g になります。グラム数で皆さんにお伝えしようと思ったんですけど、もずくのグラム自体が明確ではなかったので、私が実際にやっている目分量で測る時にやっていることは、めんつゆとお酢を同時に入れて1対1、気持ちちょっとめんつゆの方が多めで、もずくが 6,7 割ぐらい沈むぐらいの量を入れます。はい、こんな感じです。生姜もほんとお好みの量で、多めの方が本格的な味がするので結構多めに入れちゃいます。こぼれないように優しくくるくると混ぜていきます。実際に食べるときはもずくだけじゃなく、少しこの汁も一緒に入れて一緒に食べてあげた方が美味しいです。で、食べるときにシャカシャカシャカってちょっと泡立てるんです。そうすると酢の風味もなんだかまろやかになってより食べやすくなります。いただきます。最初から出来上がってるもずくって高いんですよ。なのに少量。絶対自分でこうやって混ぜた方がもずくのシャキシャキ感が残って美味しい上に、こっちの方が全然コスパいいので、市販のもずく酢買うなんて本当にもったいない。本当に美味しいので、よかったらやってみてください。続いては肌と体の土台を整える小松菜としめじ。材料はね結構地味なんですけど、エイジングケアにも効く組み合わせなんですよ。まず小松菜なんですけど、カルシウム、鉄分、ビタミン C が入ってるので、骨、血、肌全部守ってくれるの。しかもビタミン C っていう鉄の吸収も助けてくれる成分が入ってるので、貧血予防にもおすすめです。続いてしめじ。ベータグルカン、肌の免疫力を支えてくれるものが入ってて、ビタミン B 群も豊富なので代謝のサポートにもいいです。年齢とともに肌のターンオーバーが落ちてくるので、こういう食材はねもう積極的に取り入れていきたい。小松菜はデロンデロンになってほしくないので、茎の部分からちょっと先に茹でて、で全体の葉っぱも入れます。これ入れ始めたら30秒ぐらいのさっと茹でで大丈夫です。しめじはねこのお湯をそのまま使います。理由はすでに沸騰してるお湯を使うとね時短になるので、しめじもさっと茹でで大丈夫です。1パック使っちゃいます。小松菜はね5センチくらいざっくりしっかり絞ってから切ってあげます。きのこがねさっと茹でですが終わったので、中に入れる前に調味料をここで混ぜておきます。白ごますりおろしでもいいですし、すりおろされてない普通の白ごまでも大丈夫です。大さじ1。私はもうごま大好きなので風味が豊かなすりごまを使ってます。あとちょっと多め。鶏ガラスープの素が小さじ1、おろしにんにくが小さじ1、ごま油も大さじ1。意外にねごま油も抗酸化作用があるんですよ。こちらを混ぜ合わせたらお醤油も小さじ1。はい、しっかり混ぜ合わさったので、しっかり水気を切った小松菜としめじを混ぜ合わせます。ちょっと容器が小さかったですね。こっちで混ぜます。よりね味を極めたい方はやっぱ味の素ここに入れると旨味が足されます。これが美味しいんですよ。いただきます。濃さがちょうど良いです。おひたしってほうれん草のイメージがあると思うんですけど、馴染みがありすぎるもの
で、ホッとする反面ちょっと飽きちゃったり、でも小松菜に変えるだけでちょっとワンランク上がったおひたしな気がして、ここ数年は小松菜のおひたしが気に入ってます。で、確かビタミン K も入ってて葉酸だったり他ではあんまり取れないような食材も入ってるので、ぜひ皆さんもやってみてください。ちなみにこれ冷凍もできるので、冷凍したい時はこういった小鉢に小分けに何個か作って、面積取るのでこれラップした状態で中に小松菜を入れておくと凍るからその形のままになるんですね。なので形が定まったら小松菜をジップロックなんかに入れると冷凍庫の面積の確保につながります。はい、続いてはこれもめっちゃ簡単、アスパラのナムルなんですけど、切ってレンチンして調味料混ぜるだけ。まずはピーラーで下の方の皮を軽く剥いてあげます。皆さん生ゴミってどうしてます？袋をゴミ箱を作れるようなものを買ってるんですけど、これがね折りたためるので使わない時しまっとけるのでめっちゃ便利です。ピーラーは下の 5,6 センチぐらい硬いので、ここだけ皮むいちゃえば大丈夫です。アスパラの切り方は好きな切り方でも大丈夫なんですけど、今回は斜め切りで1センチぐらいかな、こんな感じで。ナムルって普通ごま油使うと思うんですけど、もうすでにごま油別のお料理で使ってるので、今回はオリーブオイルと塩とまたすりごまを入れるような感じで合わせていきます。保存の容器はこのちっちゃいのでいくんですけど、均一に熱が入るように大きい方で温めしていきます。600ワット2分経ちました。めっちゃ時短です。火使わないとね、なんかもう一品足りないなーなんて時に本当に助かるんですよね。はい、水気は切ったんですけど、私は持たせたいので水分がねあんまりない方が持ちがいいです。熱いのでね、皆さんやるとき気をつけてください。いや、いい香りです。アスパラはね、美容の効果で言うと実はね、疲れた見た目皆さん気になりません？私はね、30過ぎてぐらいから本当に夕方の自分の顔を見るのが本当に嫌で、こういった食材でなるべくその疲れ肌をサポートするようなものを取り入れることで見た目の元気さを保てることは増えた気がします。で、どういった成分が作用してるかっていうと、アスパラギン酸っていうのがあるんですよ。名前の通りアスパラから見つかった栄養素なんですけど、細胞のエネルギーの代謝を助けてくれるので、それが肌の生まれ変わりをサポートしてくれます。2つかみぐらいかな。塩に関してはちょっと足りないななんて思ったら食べる直前にかけたらいいので、ちょっとだけ味の素もちょっと味気ないんでね。本来ね、ここにオリーブオイルを足したりごま油足したりするといいんですけど、やっぱり油って酸化が私は気になるので、塩で混ぜただけのアスパラでそのまま保存しちゃいます。食べる直前にオリーブオイルだったりマヨネーズとかね、お好きな方はかけてもいいと思います。美容の観点で言うと全然良くないんですけど、たまにはね、味変でかけたりしてもいいと思います。ごま忘れてしまってました。ごまもお好みの量で大丈夫です。はい、完成です。冷まして容器に移す。皆さんはね、お好きな容器で大丈夫です。これで全ての副菜が揃ったので、続いてメインのおかずを2つ作っていきます。今回はですね、私は合いびき肉、牛と豚のものを作っていくんですけど、皆さんは鶏だったり豚単体だったりとかでいいと思います。牛肉だけだとふんわり感がなくなってしまうので、個人的おすすめは鶏肉か牛豚のミンチがおすすめです。ギニーリンっていうフィリピンの家庭料理なんですけど、日本人のお口にとっても合う、なんなら1週間ずっと食べても飽きないってぐらい、ほんとカレーのようにね、ご飯が進むようなおかずなの。シンプルにじゃがいもと人参だけっていうご家庭もあるんですけど、うちはレーズンとグリーンピースだったりを入れて、ちょっと甘みと彩りのある仕上がりにしてます。材料はひき肉、人参、じゃがいも、グリーンピース、レーズン、トマトソース、玉ねぎ、ニンニク。調味料には鶏ガラスープや塩コショウのみ。お好みでね、ナンプラー入れてもね、そこまで異国っぽい味にはならないので、コクが出て美味しいのでね、おすすめ。皮の栄養も取りたいので、皮も剥かずに切っちゃうんですね。その分めっちゃ楽で。人参の皮なんてね、もうめっちゃ美容にいいので絶対食べた方がいいんですよ。まずは玉ねぎをみじん切りにしていきます。ニンニク個体がちゃんとある方はニンニクも一緒にみじん切りにしてください。うちはね、料理一品だけにしか使わない時はチューブで済ましちゃうことが多いです。
たまにね、私フィリピンに住んでるって思われる方いると思うんですけど、フィリピンには住んでないです。学生時代ちょっと住んでいただけで、生まれは日本の神田うなぎ屋で育って、中学校からフィリピンではニンニクとカメリナオイルで炒めていきます。じゃじゃん、私の最強の美容食材です。カメリナオイル、オメガ6、オメガ3、オメガ9、バランスよくオメガ3種類を摂取できる油なんですけど、オメガ3って本来熱に弱いから加熱料理に使えることなんてなかなかないんですけど、このカメリナオイルは240度まで熱に強いということなので、じゃんじゃん料理に使っちゃっています。美容とかね、健康に良いものは少しねお値段が張るんですけど、病気になった時の医療費とかの方がきっと高いんだということを信じて、今はちょっといいものに投資するようにしてます。美肌にも健康な体づくりにもいいのでね、ぜひ試してみてください。私はね Amazon で買ってます。めっちゃミスった。このフライパンの大きさじゃ足りない。一旦ちょっとこのフライパンが報われないので、このフライパンのまま炒めてあげます。年齢とともにね、血液はドロドロになりやすいので、玉ねぎを積極的に取って血液サラサラ意識しましょう。そうこうしてるうちにもうアスパラが冷えたので中に入れていきます。温める前よりもねアスパラ縮んでるので詰めやすくなってます。アスパラは味付けしなくてもそのままでも美味しいから、たまらない。この斜め切りがね、パクパク食べたくなるような食感なんですよ。おつまみにもおすすめです。ニンニクは血流サポートと抗酸化成分、玉ねぎは肌の酸化を防いでくれるケルセチンっていうのが入っています。玉ねぎがいい具合に透明になってきたので、ひき肉を炒めます。より大きめのフライパン用意しました。普段だったら玉ねぎと一緒に炒めちゃうんですけど、せっかく2つもねフライパンを使うことになってしまったので、炒めやすいように一旦ひき肉単体で炒めます。皆さんがやるときは1つのフライパンで大丈夫ですからね。今回7日分とか10日分は持つと思います。冷凍すれば2週間ぐらい持ちます。油を敷いてもいいんですけど、ひき肉で十分油が出てくるので引かなくて大丈夫です。豚肉はビタミン B1 が豊富なので糖質の代謝もサポートに強いですし、牛は鉄とか亜鉛が含まれていて血を作って肌の再生にもつながります。しっかりね混ぜていかないとハンバーグみたいにダマになっちゃうので、一生懸命粉々にしていきます。はい、いい感じに粉々になったので、じゃあトマトソース入れていきます。足りなくなったらねケチャップだったり野菜ジュースとか私は足したりしてます。トマトソースはお肌の酸化ストレスに効くリコピン。今日ねリコピンばっかの話してる気がする。お肉ね、そう油が入ってるからリコピンの吸収率上がるし、缶詰状のトマトソース加工されたものもリコピンが生のものよりもアップするんですよ。缶詰って聞くとね敬遠されがちだけど、私は缶詰割と使います。でさっきの玉ねぎもね入れちゃいます。皆さんはレシピ考えるとき誰かの動画見ますか？私はね料理研究家のリュウジさんの動画を見たりして薄味が好きなのでちょっと薄めにしたりって感じで工夫してるんですけど、よかったら皆さんのおすすめの料理の YouTuber さんいたら教えてほしいです。はい、ここで 180ml のお水、鶏ガラスープの素、沸騰したら弱めの中火にして蓋をして15分から20分煮込んで、少しトマトの酸味を飛ばします。もう沸騰してしまったので蓋をします。弱火の中火で15分から20分ほったらかします。いつでもじゃがいもと人参が入れられるように冷ましちゃいます。皮付きの時は結構小さめの方がおすすめです。人参の皮はね農薬とか気をつけた方がいいのでめっちゃしっかり洗ってください。これも角切り。私は実は人参美容にいい美容にいいなんて言ってるのにあんま好きじゃないんですよ。なので結構小さめに私は切ってます。皆さんもねこれお好みの切り方で大丈夫ですから、なるべく野菜取りたいので人参もう1本入れちゃいます。トマトひき肉煮込んでる間に酢鶏作っていきます。ちょっと疲れてる週でも野菜もタンパク質もまとめて取れるので安心です。私はねふるさと納税で頼んでます。ふるさと納税のいいところはスーパーでお肉を買わなくていい、もう冷凍でまとめて届くのですごくね生活が快適になりました。トマトソース中火でほったらかしてるのでちょこちょこ混ぜてくださいね。最後の5分弱火にしました。こちらに関しては結構多めの塩で小さじ1杯分、このちょっとね分量になっちゃうんですけど8、9、10、11回しぐらい私は入れました。粗挽き胡椒程よく、片栗粉は大さじ4杯、
っかりなじませます。酢豚と同じ要領なんでね、しっかり衣つけていきます。衣だけど揚げないのでね、安心してください。揚げたい方は揚げてもいいですよ。ただその場合エイジーズの吸収しづらいようにちょっとレモンとかかけたり、一緒に緑茶飲んだり、そういった対処すると美容への悪影響をね、ちょっとだけでも軽減できます。鶏肉の準備が終わったタイミングで、トマトのこの煮込みが15分経ったので、ここにじゃがいもと人参入れていきます。でこのタイミングでレーズン入れていきます。私はたっぷり入れるんですけど、皆さんが作る時は大さじ 2,3 杯分ぐらいがちょうどいいと思います。混ぜた時にこんな感じのレーズンの見えぐらいになります。私は足します。このレーズンの多さはね、家族人によってほんと好みがあるので、ぜひご家族と相談し合いながらレーズンは足してみてください。食べる直前に温める時に足したりとかでもいいので、最初は少なめに入れるのがいいと思います。でここから野菜を柔らかくさせるために5分から8分煮込んでいきます。そしたらもう完成です。はい、酢鶏の続きやっていきます。人参は乱切りで、私の乱切りはこんな感じで切ってます。酢豚といえばピーマンだと思うんですけど、ピーマンの副菜を作ろうとしてやめたんですよ。なのでピーマンを買うのをやめてしまったんですよ。うわ、玉ねぎ使い切っちゃいました、間違えて。皆さんは玉ねぎ 200g ぐらい、中くらいの大きさを1玉入れてみてください。私はナスが入ってるのが好きなので、今回はナスを入れます。ナスもざっくりざっくり乱切りにしていきます。ナスは炒めた後縮むので、少しだけ大きめにこんな感じで鶏肉を焼いていきます。結構高温で焼いていくので、カメリナオイルを使います。割と多めで。はい、5分から8分経ってじゃがいもと人参が柔らかくなったので、グリーンピースとうずらの卵を入れていきます。うずらの卵は冷凍してしまうと食感が悪くなってしまうので、冷凍するやつにはうずらを入れない、冷凍しないやつにうずらを入れるといった感じで、一旦ここではグリーンピースのみ入れていきます。他に使いどころがないので全部入れちゃいます。はい、完成です。わー、美味しそう。はい、酢鶏の続き。カメリナオイルが十分に温まったら、なるべく皮の面から焼いていきます。両面にこんがり焼いていきます。このぐらいの焼き加減がちょうどいいです。人参に関しましては、濡れたキッチンペーパーに包んでラップして温めます。こんな感じで600ワット3分。生姜で炒めるのを忘れてしまったので、生姜入れちゃいます。結構多め。鶏肉が大体火が通ったかなっていうタイミングで野菜を入れるんですけど、レンチンした人参水分があるので、この高温の状態で入れると飛び跳ねて危ないので、一旦この鶏肉と油を休ませます。水にさらしていたナスを入れていきます。ナスはじっくり油を吸わせるととろっと柔らかくなるので、人参より先に入れます。人参はね、もうすでにレンチン済みなので、後で軽く混ぜる程度で OK です。ナスの皮の部分にはナスリンっていうポリフェノールが入っているので、紫外線とか酸化によるくすみを防いでくれるって言われてます。しかも油との相性もいいので、炒めることで吸収率もアップします。油吸わせるのも大事なんですけど、皮の面もちゃんと焼けてないと食感が良くないので、しっかり裏返したりして焼いていきます。このぐらい焼けたら人参も入れちゃいます。ちなみに人参はビタミン C と抗酸化パワーの強い食材です。甘酢だれの調味料は大さじ4つ、結構多めですね。お酢大さじ3、お醤油大さじ2。今回ちょっと玉ねぎがなかったり具材が少ないので、私はちょっと少なめに入れます。ケチャップ大さじ2です。そして最後に鶏ガラスープの素小さじ1。混ぜ合わせて炒めます。炒めてくるとだんだんタレにとろみが出てきて、食材に絡みやすくなります。火の加減は弱めの中火ぐらい。とろみが出てきたら火を消して全体になじませます。最後に水溶き片栗粉を大さじ3入れます。酢鶏の完成です。皆さんが作るときはぜひピーマンと玉ねぎ、人参で作ってみてください。これはこれでね、ナス味噌炒めなんか好きな方にはとってもおすすめです。皆さんいかがでしたか？とても簡単で美容にも良い作り置きレシピ紹介させていただきました。
どっちもちょっとトマトっぽい。まだまだね暑いので、やっぱトマトの酸味が食欲がない時に本当に食べやすいんですよ。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。